バズる。最近よく耳にする言葉ですが、一体どういう意味なのでしょうか。AI に尋ねてみると、SNS などで特定の投稿が短期間に爆発的に拡散され、多くの人の注目を集める現象という答えが返ってきます。では、私たちはどのような瞬間に心を動かされ、突き動かされるように引きつけられていくのでしょうか。今回は動画前半で科学的・心理学的な視点から紐解くバズるための4つの絶対要因。動画後半でわずか数年で驚異的な広がりを見せ、文字通り圧倒的にバズり続けているネドジュンさんの事例をご紹介します。まず最初に科学的にバズるとはどういうことなのか、その要因についてお話しします。実は人が思わずシェアしたくなる現象は近年の脳科学や心理学の世界ですでに明確なシステムとして解明されているんです。誰かが狙わずにバズってしまったとき、そこには必ずと言っていいほど共通する4つの絶対的な要因が存在します。それがこちらです。1つ目は感情の高覚醒。ペンシルベニア大学のジョナ・バーガー教授の研究によると、バズるかどうかは感情の種類ではなく、脳の興奮の度合いで決まります。読んだ後にどれだけ心が激しく動くか、いわば血圧が上がるかどうかが重要なのです。2つ目は社会的通過。人間は常に他人にどう見られたいかを気にしています。人はシェアすることで自分の価値を高めてくれる情報を思わず誰かに教えたくなる生き物なのです。3つ目は心理的トリガー。どんなに優れた内容でも日常生活の中で思い出すきっかけがなければ拡散は止まってしまいます。バズを持続させるためには日常のふとした瞬間に思い出す引き金が必要です。4つ目は認知の流暢性。脳にはエネルギーを節約したいという性質があります。そのためパッと見て1秒で理解できる分かりやすいものに強い快感を覚えるようにできているのです。まとめると、科学が証明するバズの法則、それは強い感情にシェアする大義名分、そして圧倒的な分かりやすさが掛け合わさることで生まれます。では次に、ネドジュンさんの急激な人気現象について考察していきます。すでにご存知の方が多いと思いますが、ネドジュンさんのご活躍はまさに驚異的という言葉がぴったりです。例えば、YouTube はわずか数本の動画だけで登録者数14万人を突破。出版された本は次々と異例のヒットを記録。有名インフルエンサーからコラボ依頼も殺到。ご自身が運営するオンラインサロンも今や数千人規模の巨大コミュニティへ成長しています。わずか2、3年という短期間でこれほど圧倒的に世間の注目を集めたのです。しかし、ネドジュンさんと一般的なインフルエンサーとの違いは一体どこにあるのでしょうか。彼女はなぜこれほどまでに人の心を掴んで離さないのか。今回はこの謎を3つの視点から紐解いていきます。第一に、彼女の発信から SNS で稼ごう、収入につなげようという思惑が全く感じられないということです。ネドジュンさんのブログには、普通なら高額な有料セミナーで教えるような超有料級の情報が惜しげもなく無料で公開されています。なぜそんなことをするのか、彼女はこう語っています。生命は明らかに私に仕事をさせたがっています。今度は意識を絵に描けというのです。その情報は押し寄せるように朝も夜も脳に流し込まれて、圧力半端ないので描いてみることにしました。どうせ描くならたくさんの方の役に立つように作りたいと思い、カードの形にすることにしました。このように行動する動機は稼ぎたいというエゴはない。
直感である本体さん無意識の導き。ネドさんは今の活動をお役目、使命と感じられているようです。そして多くの人にと世界に奉仕が大切なキーワードともおっしゃっています。そこには表層的意識からの思考で収入につなげようという意図はない。そしてこんなこともおっしゃっています。少しでも多くの皆さんが右脳回帰していくことで世界が良くなり、そして人類は進化すると私は強く感じています。右脳回帰で喜びを感じれば感じるほど豊かさに近づいていけるんです。またこんな言葉もあります。どうやって稼ぐかは考えない。本当に好きなもの、あなたのコアになるものにテンションを上げ感謝しながらお支払いをしていると、その様子を見ている本体さんはそこから導かれる社会でのお役目や仕事につながる方向へハンドルを切ってくれます。不思議と必要なお金は入ってくるのです。このようにお役目、使命と感じる活動をしていると、自然と多くの人の感情を動かし、そして自然と豊かさも巡ってくるのでしょう。第二に、人からの評価を全く求めていないという点です。人からどう見られるのか、どう思われるか、自分をよく見せたい、大きく見せたいというところが全く感じられないんです。それは、右脳意識のため、外から見る自分をほとんど感じていらっしゃらないからだと思います。現代の私たちの多くは、人からどう思われているか、他人に比べて自分はどうかという外側から見た私物語の妄想の中でぐるぐると苦しんでいます。しかし、ネドジュンさんはおっしゃいます。意識を体に向け、今この瞬間の感覚にとどまる。そうすると脳内の自動思考が消え、私たちは私物語から自由になれると。他人の目を気にしない圧倒的な純粋さと軽やかさ。その姿に多くの人が惹かれるのでしょう。そして第三に、愛に溢れている。ここにネドジュンさんの一文をご紹介します。他者の幸せは自分の幸せになり、共感の輪が広がっていき、世界はより素晴らしいものになっていくでしょう。あなたが幸せになることが世界を幸せにするのです。私はあなたの選択を全力で応援します。サポートします。そうしなさいと私の本体さんが言っているので。ここから伝わってくるのは、ネドさんの活動の源泉が評価や収入といった次元にはないということです。それは本体さんからの導きであり、純粋な使命やお役目に突き動かされている姿そのものです。さらに、ネドさんはこう続けます。本体さん、つまり無意識は愛のエネルギーに溢れています。だから、右脳回帰する人ほど、人には愛の表現をしたくなります。愛の表現をするほど、本体さんのエネルギーを受け入れる神経は強くなり、ますます愛の表現をしたくなるのです。意識が深まるにつれて、生きる動機のすべてが愛や他者への貢献へシフトしていく。そんな絶対的な安心感と愛を放つ人に、人は自然と引きつけられ、魅了されていくのだと感じます。ネドさんの人気現象は科学的なバズる要因とは必ずしも当てはまっていないかもしれません。しかし、この
科学的なアプローチのさらに先にあるもの。それは意識のレベルで最も高いとされる愛なのではないでしょうか。心理学者であるデビッド・ホーキンズ博士は人間の意識レベルを数値化し、その最高峰、つまり悟りのレベルにあるのが愛であると提唱しました。かつて天才物理学者アルベルト・アインシュタインも娘へ宛てた手紙の中でこう記しています。宇宙で最も強力なエネルギー、それは愛であると。テクニックを使って人為的に脳を興奮させるバズは一過性で終わりやすく、時に炎上という負のエネルギーを招くことがあります。エゴを手放し、純粋な愛や他者への貢献の領域から発せられた言葉は、人間の本能である美しいものへの畏怖の念を呼び起こします。これこそが科学をも超えた最高純度のエネルギーなのではないでしょうか。意識が深まるにつれ、生きる動機のすべてが愛へシフトしていく。そんな絶対的な安心感を放つ人に、人は理屈抜きで引きつけられ、魅了されていきます。なぜなら、愛こそがこの世界で最も人を引きつける強力な磁場だからです。そこにはもう、バズらせたいというエゴはありません。しかし皮肉なことに、そんな純粋な存在状態こそが、結果として最も多くの人の魂を震わせ、自然な広がりを生み出していくのかもしれません。テクニックを追うのをやめたとき、真の魅力が回り始めるものなのかもしれません。